玄関を開けた瞬間、なぜかどっと疲れることはありませんか？その小さな疲れは家の中だけで終わらず、買い物の仕方にも静かに現れることがあります。お金を大切にしたいとき、節約や家計の見直しを真っ先に思い浮かべますよね。でも実は毎日帰る家の中にこそお金の使い方を乱す原因が隠れているんです。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。前回は家に静かな品が生まれる暮らしの整え方についてお話ししました。今回はその続きとして、品がある人があえて増やさないものと、なぜそれが無駄な出費を減らしお金が残る暮らしにつながるのかを見ていきます。テーブルに置いたままの郵便物、出しっぱなしの服、引き出しの奥で忘れているもの、一つ一つは小さくても毎日目に入るうちに心は少しずつ疲れていきます。すると家に何があるのか分かりづらくなり、同じようなものをまた買ってしまったり、そんな風に買い物の判断が少しずつ曇って、気づけばお金が外へ流れてしまうんです。家を整えることはただの片付けや掃除ではなく、お金を丁寧に扱える心の余白を取り戻すことでもあるんです。今回も70代一人暮らし鈴木恵子さんの日常を通して、余計な買い物につながりやすいものを5つ見ていきます。今まで手放せなかったものも今の暮らしに役立っているかとそっと見直してみる。家の中を一つ整えることが、物もお金も優しく巡り始めるきっかけになれば嬉しいです。一つ目は、置きっぱなしのものをそのままにしないことです。片付いた家というと、物を減らしたり収納を整えたりすることを真っ先に考えるかもしれません。でも品がある人の家が最初に大切にしているのは、ちょい置きしたものを増やさないことです。玄関を開けて最初に目に入る場所、リビングのテーブル、棚の上、台所のカウンター、そこに今日届いた郵便物や買い物のレシート、後で片付けようと置いたものが残っていませんか？一つ一つは大したことではないように思えます。でもとりあえず置いたものはただそこにあるだけではありません。目に入るたびに後で確認しなきゃ、片付けなきゃ、そんな宿題を毎日思い出させるものなんです。恵子さんも以前は買い物から帰ると台所に袋を置いたまま、財布から出したレシートをテーブルの端に置き、郵便物も封を開けないまま重ねてしまうことがありました。後で見ればいい、夕飯の後で片付ければいい、そう思っていたからです。これは片付けが苦手だからではありません。家のことをこなしていると、細かなもののことまで手が回らない日もありますよね。だからこそ後回しにしてしまうのは自然なことなんです。でも湯飲みの横に郵便物があるだけで、お茶を飲んでいてもどこか気持ちが休まらない、未完了の用事が残っていると、財布の中のレシートもつい後回しになり、何にいくら使ったのか、お金の流れも見えづらくなっていきました。こうした引っかかりは知らず知らずのうちに買い物の判断にも現れていきます。恵子さんも疲れた日の帰りのスーパーでつい甘いものを手に取ってしまうことがありました。家にあるかわからないから同じようなものを買う、安かったからストックしておく、一つ一つは大きな出費ではありません。でも心が落ち着かない時の買い物は、暮らしを豊かにするためではなく、疲れを一瞬だけ埋める出費になってしまうんです。つまりとりあえず置いたものはただ置かれているのではなく、後でやらなきゃを毎日思い出させる疲れのもとなんです。その疲れが積み重なると、買い物の判断力まで鈍らせてしまうことがあります。そう考えると、
目の前の置きっぱなしのものもただの散らかりではなく、心とお金の余白を戻すためのサインに見えてくるかもしれません。品がある人の家は物が何もない家ではありません。ただとりあえず置いたままのものが少ないんです。郵便物、鍵、レシート、上着、それぞれのものに定位置という住所を決めておけば、必要なものがすぐ見つかり、今あるものも思い出せるようになります。その安心が買う前の一呼吸を作り、心とお金の使い方を静かに整えてくれるんです。もしあなたも財布の中にレシートが溜まっていて、何にいくら使ったのか分かりにくくなっているなら、まずはたった1分だけテーブルの上にカップ一つ置ける場所を作ることから始めてみませんか。郵便物を一つ確認する、鍵をいつもの場所に置く、テーブルの上をさっと拭く、それだけでも家の中に余白が生まれます。それがお金が巡る家を作るための最初の一歩です。置きっぱなしのものを減らすと、目の前の疲れは少し軽くなります。でも家の奥には安心のつもりでしまったものがまだ眠っていることがあります。2つ目はいつか使うかもしれないと長く残しているものです。柄が綺麗な紙袋、何年も着ていない服、出番の少ない食器、修理しようと思ったままの家電、まだ使えるからいつか必要になるかもしれない、そう思ってそっと扉を閉めてしまうことはありませんか。物を大切にしてきたからこそ、使っていないものにも手放せない理由が生まれます。人からいただいたものや高かったものならなおさらだと思います。でもここで少しだけ見方を変えてみます。いつか使うは一見すると未来の安心や節約のように見えます。でもしまい込んだまま今の暮らしで使われていないなら、それは安心というより暮らしの通り道を塞ぐ荷物になっているのかもしれません。しまっているのに使えていない、持っているのに思い出せない、そうなると家にあるはずなのにまた似たようなものを増やしてしまいます。奥にある食器を忘れて新しい器を選ぶ、紙袋も必要な時には見つからず、また新しい袋を取っておく。こうして本当は買わなくてもよかったものにまでもう一度お金を使ってしまうんですね。品のある家に残っているのはいつかのためのものより今の暮らしを助けてくれるもの、そんな基準で静かに見直しているんです。還暦を過ぎてから身の回りのものを減らす心地よさに気づいた恵子さん。ある日クローゼットを整理していてハッとしました。長く残していた服のせいで着ていきたかった服がすぐに取り出せずシワになっていたんです。あなたのクローゼットにも着たい服より先に長く着ていない服がたくさん眠っていませんか。その朝恵子さんは結局着たかった服を諦めていつもの服を着て出かけることになりました。持っているのに必要な時に使えない、そのことを改めて感じたんです。未来の安心のために残していたはずのものが今の暮らしを少し窮屈にしていたんですね。品がある人の家は物が極端に少ないのではありません。暮らしに必要なものがちょうどいい量で整っている家です。使っていないものを見直すことは寂しいことではありません。これから使うもののために場所を空けることなんです。扉を開けた時にすっと見渡せるようになると、もう足りているという安心感が生まれます。その安心感があるからこそ無駄な買い直しが減り、お金の流れも静かに整っていくんです。手放すかどうかやっぱりまだ決められない、そんな時は無理に決めなくて大丈夫です。奥にしまい込まず手前の目に入る場所へ移してみる。しばらく経っても手が伸びなければ今の暮らしには必要ないサインかもしれません。物を溜め込まず風通しよく整えた家は
買い足す前に一度立ち止まれる家でもあります。その一呼吸がお金の使い方も静かに整えてくれるんです。そして家の中にはまだ使うかどうかを考える前に存在すら忘れてしまったものが思った以上に眠っています。3つ目は見えない場所こそ詰め込んだままにしないことです。品のある家は見える場所だけでなく扉の奥にも整った空気があるんです。シンク下の収納、押し入れの奥、引き出しの中、玄関の棚、あなたの家にも物が多すぎてつい見て見ぬふりをしてしまう場所はありませんか？扉を閉めてしまえば一見外からは見えませんよね。だからついとりあえず入れておこう、後で整理しよう、そう思って奥へ奥へと押し込んでしまうことは誰にでもあります。毎日の用事をこなしていると見えない場所はどうしても後回しになりやすいんです。でもそこが使いづらいままだと不便を受け取るのは他の誰でもなく毎日の自分なんです。覗き込むたびに腰をかがめて奥のものを探す、そんな疲れが少しずつ積もっていきます。人に見せる場所よりも毎日自分が開ける場所を優しく整える、そこにこそ暮らしの品が静かに現れていくのかもしれません。恵子さんも以前は洗面所下の収納を特売の洗剤や掃除道具の置き場所にしていました。扉を閉めれば見えないしストックがたくさんある方が安心、そう思っていたんです。ところがある日、奥から使いかけの洗剤が2本出てきました。まだあることを忘れて新しいものを買っていたんです。その時恵子さんは気づきました。見えない場所に一度しまい込んだものは家の中にあってもないものと同じになることがあります。記憶からすっと抜け落ちてしまうんですね。だからこそ見えない場所ほど少し余白を作っておく、それが手元にあるものを使い切り余計な買い足しを減らす工夫になるんです。使うものがすぐ取れて買う前に確認できる、それだけで日々の支度もお金の使い方も落ち着いていきます。大掛かりな整理整頓をする必要はありません。まずよく使うものを手前に置く、同じものが2つあれば古い方から使う、それだけでも扉の奥の空気はすっと軽くなります。その積み重ねが買い足す前の一呼吸を作ってくれるんです。そして次に見直したいのは使いやすさではなく人にどう見られるかで残してきたものです。4つ目は見栄で残したものを置き続けないことです。あなたの家にも普段は使わないのに人が来た時のためにそう思って長く残しているものはありませんか？見栄で残しているものと聞くと少しネガティブに聞こえるかもしれません。でもそれは家族のために、お客様のために、ちゃんとした家に見えるように暮らしを整えてきた昔の名残でもあるんです。それはずっと大切にしまってきたよそ行きの服のようなものかもしれません。けれど暮らしの形が変わった今の自分の暮らしに本当に合っているかそっと見直してみればいいんです。部屋が素敵に見えると思って揃えた飾り物、しまったままの来客用の器、高かったからと奥に置いたままのもの、いつの間にかそれらが重たく感じることはありませんか？本当に品がある人が大切にしているのは値段や見栄えではなく今の自分が心地よく使えるかどうかです。家の品を決めるのは何を置くかよりも何を置かないかなのかもしれません。恵子さんの食器棚にも一番よく見える場所に来客用のカップが並んでいました。薄い花柄の少し上等な器、お客様が来た時にとずっと大切にしまっていたものです。良いものは特別な時に出すもの、恵子さんはずっとそう思っていました。だから毎日使うのは
気を使わずに使えるいつものマグカップだけ。一方でその上等な器は食器棚の一等席にあるのにほとんど出番がありませんでした。ある朝、恵子さんはふと思いました。人に見せるためにしまっておくより、自分が毎日使う方がこのカップも喜ぶかもしれない。そう思って普段使いにおろしてみたんです。いつものお茶をそのカップに注いでみる。ただそれだけなのに、朝の台所の空気が少し柔らかく感じられました。人に見せるための器から自分の朝を楽しむ器へ、恵子さんの朝はちょっと豊かな時間に変わっていったんです。毎日見るたびにホッとするもの、無理をしなくても自分らしくいられるもの、そういう基準で選べるようになると、お金の使い方も少しずつ穏やかになっていきます。品のある家というと、広い家や高価な家具を思い浮かべるかもしれません。でも実際には、広さよりも清潔さ、値段よりも扱い方、人に見せるためではなく、自分が帰ってきた時に家がそっと迎えてくれるように整える。それは部屋が自分をおもてなししてくれるような感覚です。誰が見ていなくても自分のために好きなカップを使うこと、一輪の花を目に入る場所に置くこと、そうやって自分を丁寧に扱うことに暮らしの品はにじみ出るのだと思います。そして最後に見直したいのは、使い切れずに眠っているものです。すっかり使わなくなった健康器具、しまい込んだままのきれいなノート、途中でやめてしまったサプリ、まだ使えるのになぜか手が伸びないもの、捨てるには惜しくて残しているもの、家の中に一つや二つ誰にでもありますよね。できることなら最後までちゃんと使いたい。でもしまい込んでいるうちにいつの間にか出番をなくしてしまうんです。使い切らずに眠っているものは、見方を変えればまだ役目を果たせる財産のようなものです。それを暮らしの中へ戻せば、買わなくても足りる場面が一つ増えます。品のある家は、持っているものがちゃんと生かされている家です。だから最後に整えたいのは、捨てることよりも先に眠っているものをもう一度見つけて、今の暮らしへ戻してあげることなんです。恵子さんの家にもお土産でもらった上質なジャムや、お歳暮でいただいた高級なコーヒーがありました。自分で選んだものではないし、賞味期限もまだ先。そう思ううちになかなか使えずにいたんです。けれどある日ふと恵子さんは思いました。大切にしまっていても使わないままでは暮らしを豊かにはしてくれない。だから今日自分のために使うことにしたんです。朝香ばしいコーヒーを入れて、上質なジャムをトーストにたっぷりのせる。それだけなのに、いつもの朝が少し特別な時間に変わり、もっと早くいただけばよかった、そう心から思ったそうです。わざわざ外のカフェに出かけなくても、家の中で心が満たされる時間が増えると、外で満たそうとする出費も自然と減っていくんですね。まだお茶があるのに気分を変えたくて新しいお茶を買う。洗剤が残っているのに特売だからともう一つ買う。そんな風に目新しいものを楽しむことやストックを増やすことが悪いわけではありません。でも今あるものを使い切らないまま次々に迎えてしまうと、家には物が増え、心にはもったいないという罪悪感が残ってしまいます。私自身もついお店を覗いて気分を変えたくなることがあります。そんな時こそ、一つ戻す、一つ使い切る、一つ手放す、そのくらいの整え方で暮らしはまた少しずつ自分にとって心地よい形へ整っていくのだと思います。ここまでお金が巡る品のある家が増やさないものを5つ見てきました。とりあえず置いたままのもの、いつか使うかもしれないもの、見えない場所に詰め込んだもの、見栄のために残したもの、
そして使い切らずに眠っているもの、こうして見直してみると、家とはただの空間ではなく、住む人の心をそっと映す場所だと気づかされます。あなたの家にも思い出したものはありましたか？使い切れずに眠っているもの、今日一つ整えたい場所をぜひコメントで気軽に残してくださいね。一つ思い出して暮らしの中へそっと戻す、その積み重ねがこの人の暮らし素敵だなと感じられる品のある佇まいに変わっていくのかもしれません。物を受け取り、役割を与えてきれいに扱い、役目を終えたら感謝して手放す。そうやって手元にあるものを大切にしながら暮らしの豊かさを育てていきましょう。今日も最後までご一緒くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。